はい、こんにちは。今日はね、重装校舎やっていきたいと思います。前回ボスと戦って第2形態まではできたんだけど、こいつと戦うための装備が欲しい。で、前回もちらっと話を出したんだけど、ここでバージョン 2.0.2 がリリースされました。内容としてはビームの挙動が一部変わったのと、特定の状況下で発生するバグが解消されたみたいなんだけど、大きな変更はないですね。まあ一応お知らせってな感じです。ということで行ってみましょう。まずはこの島に来てからほぼゼロスタートの状態だったので、全然資材が足りないんだよね。なのでまずは資材集めをします。で、基地を潰したり風車を壊したりして資材を集めていくんだけど、この辺は単純作業になるし、作業途中の雑用も含めると時間がかかるんだよね。なのでこの辺は大幅にカットしちゃうんだけど、これは作業配信としてライブでやってたので、気になる方はそちらのアーカイブもご覧ください。なんやかんやってよし、重装校舎が完成しました。これね、クリエイティブモードであらかじめ準備してたんだけど、以前使った ACV をベースにしてドリル戦車の外装みたいに装甲を追加してるような感じですね。今回使用しない水上用のスクリューユニットを外してるので、名付けてACV 陸戦型重装甲仕様ってところかな。ついでに電源周りを微調整した上で、一部当時まだ実装されてなかったトリガースイッチを採用してます。よし、試しに動かした感じ問題なさそうですね。ではこれで行ってみましょう。操作自体は右側のダイヤル式パネルで、前に倒すと前進、後ろに倒すと後退、手前のトリガースイッチは左右の前輪のみが動いて旋回できるような仕組みになってますって言いたいところなんだけど、旋回性能はあまり良くなくって、実際に方向を変えたいときはバックを使いながら何回かスイッチバックするような感じですね。まあ今回はほぼ突撃する想定なのでこれでいいとして、なんだ、これはこの世界特有のモーターとかエンジンの謎破壊現象ですね。差し物創造心もこのバグは直せんかったかちょっとね、電源系統を調整した時に出力を上げすぎた可能性があるので、さらに微調整します。あの現象は明確な原因が分かってないとはいえ、回転が速くなりすぎた時に起こりやすそうなんでね。これでいざ。電池がどれくらいが適正かは用途とか地形によって変わってくるので、この辺の調整は難しいところでもあるんだけど、とにかくこれでボスと戦うことがいや、何をやりたかったんだみたいな流れになってるんだけど、実はここまでは想定内。ここから
光爆式武装竜装。はい、ちょっとね、回復アイテムを積むのを忘れてたので、おっと、ちょうどいいところにスライムがいるので、こいつを調理して持っていきましょうかね。ちなみに、さっき基地のど真ん中に生ゴムとかが転がってたりしたんだけど、これね、前回の終わりでこのスライムキャノンで放り込んだんだよね。これは以前スライムを運搬装置として使ったのの応用なんだけど、後々盾として使う目的で放り込んでますが、この調子で実用レベルの量を適切な位置に放り込むのはかなり難しそうだったので、その作戦は断念してますね。それで今回の話で、これ何がやりたいのかというと、敵の要塞内への資材の搬入。車体自体が盾であり、武器の材料でもある。この発想は以前の装甲車ハテナと同じコンセプトで、あの時も車体を盾として使ったのと、当時まだ入手が難しかった合金の運搬を兼ねてたんだよね。つまり敵拠点の中に自分の拠点を作るってな感じで再挑戦してるわけなんだけど、ちょっとね、初手でボスに検知される位置まで進むのは失策かもしんない。もう少し手前で停車するか。バックを利用しながら、よし。で、車を降りる前に武器を作成。これでいざ。この竜装は刃が折れることも想定内なので、ちょっと待って、さすがに3発以上は無理っぽい。あいつが抱えてる2発以外にもその辺に野良の自爆ドローンがいるので、なかなか厄介ですね。で、そもそも敵が飛んでって当たりそうにないので、劉備に装備変更。竜装と比べて耐久性は劣るんだけど、もともと対ドローン用に作ったこっちの方が適切なはず。とはいえ、なかなか難しい。想定としては自爆ドローン一発を耐えて戦闘が継続できるってな設計で、なんやかんや3発まで耐えることはあってもボスの動きが速いのでなかなか当たらない。ちなみに今回用意してる竜装と劉備は共に量産型で、本来のものよりも弱体化してます。っていうのも、本来は刃の部分がタングステンなんだけど、この島ではまだ十分な量のタングステンが確保できてないので、代わりに鉄を使ってますね。なのでギリ当たっても大したダメージが入ってない。実は今回資材集めをしてる時に少量のタングステンはゲットできてるので、先っぽだけでもつけとけば奇跡の一撃で勝てたかもしんないんだけど、ちょっと準備不足だったかな。っていうかね、この竜装劉備を今回使うってのは直前に思いついて急遽導入したってのが正直なところで、いや今までの集大成みたいな感じでできるだけいろんなものを詰め込みたかったんだよね。
こいつらの適切な出番はいずれまた用意するとして、ちょっと泥臭い戦いをしましょうか。まず武器としては、前回その辺で落とした斧、セラミックス製で第一形態を破壊した実績があるってのと、もともとこいつを拾いに来たんだよなで、車体自体はさっきから一定確率でロボットの足止めに貢献してるのと、竜装劉備も置いとくだけで結構ロボットがひっくり返ったりしてるので、これはこれで嬉しい誤算ですね。とにかくどういうこと？まあいいやとにかく部品をいろいろと盾として使いながらボスの近くに寄って一撃食らわす作戦。これはこれで言うほど簡単な話でもないんだけど、前回みたいに武器が吹っ飛ばされる現象は大きなもので爆風を防ぐか、それが難しい場合は地面に押さえつけとくと吹っ飛ばされる確率が減るみたいなんだよね。よし、食らえ。浅かったか。とはいえ鉄の武器とは違ってかなり現実的なダメージが入ってますね。生きて何回か食らわすことができればいいんだけど、だいたい回復してる間にやられるな。思ったほどうまくいってないとはいえ、とにかく戦法としては盾と回復を使いながらヒットアンダーアウェイで、ボスは飛んでるとはいえドローンと同じみたいに私がしゃがむと高度を下げるみたいなので、これを利用してうりゃーやったか。いや、やってないですよね。ちょっとセーブさせて。やばいやばい、あれはやばい。慌てて壁に隠れたのは正解だったとして、絵的によく分かんなかったと思うので、あえて食らいに行きましょうか。どうせセーブもできたし。ビジュアルもかっこいいしダメージもかなり強そうですね。大体のものが粉々になる感じか。どうにもこの状況で勝てる気がしないので戦略的撤退。第3形態があるのはまあ正直知ってたんだけど第2形態を倒すことができたので、今回はミッションクリアってことにしときましょう。ということで重装甲車やってみたわけなんだけど、いかがだったでしょうか。まあ思った通りの大苦戦だったんだけど第3形態まで持っていけたのであともう一歩ですね。ちなみに実は銀を若干持ってるんだけど、銀は光学兵器を反射することができるんだよね。ちょっと大きさ的には心もとないんだけど、この銀の盾ってレーザーを反射することができる。ただ反射できるとはいえこの銀の盾も粉々になりますね。これはもっと大量の銀を用意するか、あるいは工夫次第でなんとかなるかもしんないんだけど、せっかくのボス戦なので今までの集大成で対決したいんだよね。なのではいドーン、新兵器の光爆式武装カムイ、これを使って
あの第3形態と戦いたいということで、次回は最終決戦やっていきたいと思います。はい、じゃあ今日はこの辺でバイバーイ。